こんにちは。カナダ在住のチャコです。カナダ生活でいろいろあった波乱爆笑ストーリーをシェアさせていただくチャンネルです。ラジオを聞く感覚で楽しんでいただけたら幸いです。さて、今日はカナダに来て仕事探しの話をします。当時20年以上前でもパソコン使って仕事探ししてた人は結構ユースホステルの中でも見かけてたんだけどね。でもさ、アナログ人間の私は履歴書何枚も印刷して新聞配達のようにたくさん歩いてお店をあっちこっち1日5時間ぐらいかな。もうフラフラになるまで歩き回って探してたんだよね。私としては英語が話せる環境だったらもうサンドイッチ屋でも食堂の皿洗いでも本当どこでもよかったんだわ。そうそう、相手側にも今は足りてるから君の履歴書預かっとくよ。ところでどこに連絡すればいいのって私の履歴書見ながら聞いてくるのよ。そりゃそうだ。履歴書に私の住所と電話番号が書いてなかったのよ。だってユースホステルに滞在してたから番号なんてないじゃん。そしてもちろん携帯なんかないし、時代遅れだけどその頃はメールアドレスも持ってなかったからさ。ねえ、若い人がこれ聞いたらびっくりするよね。なんか彼らにとってはなんか原始時代に生きてるって感じ？ちなみに日本で美容師してたんだけど、カナダ人相手にさ、接客と技術同時提供ってさ、ちょっとレベル高くねって感じでかなりビビってたんだよね。とにかくさ、語学力がないから発する言葉がもうこれ一つだけなの。私は仕事を探しています。I'm looking for a job。この言葉のみでチャレンジしてたの。で、時々ほら向こうの方からいや今は足りてるんだよねとかどこに住んでるのなんかいろいろ聞いてくるんだけど、その話す口調が早いから全然聞き取れなくて、また繰り返すの。I'm looking for a job もうなんかさ、ふざけるなって感じだよね。理想はさ、カナダ人と働きたいと思ってるわけよ。英語を使いたいから。でもその使いたいと言ってもコミュニケーションがまともに取れないから雇う方も考えちゃうよね。現実は甘くないんだよね。お金もねギリギリだったからとりあえず生活のため最初の仕事はカナダ人と働くのは諦めてカナダに到着して5日目にようやく日本食レストランのウェイトレスが決まったの。スタッフは日本人だったんだけどお客さんがカナダ人が結構多かったから英語を使えたのよ。でね、ある日注文取ってたらお客さんが OK、I'll get a sake って言うのよ。お酒をくれって言ってるんだけど日本語では酒の KE はけって発音するよね。でも英語はけじゃなくてキって発音するのね。だから例えば日本の IKEA も英語では IKEA って発音するの。ねえ、どうよ。みんなどう思う？私にはどうしても日本のアサヒビールのアサヒにしか聞こえないんだけど。でもってアサヒビールのアサヒは英語でアサヒって発音するのね。アサヒ、アサキ。ね、絶対似てると思わない？耳が悪いのは私だけかな。まあそういう感じで OK って満面の意味で返事して張り切ってアサヒビール持っていってお客さんの前で瓶ビールをポーンって開けたら僕はビールなんか頼んでないんだけどってムッとされてね。ちょっと待って。でもアサヒって言いましたよねって聞いたら Yes アサキって答えるのよ。もうそんな感じでさ、もうなんかずっと繰り返してるんだけど、でもね、さすがにね、そのなんかビジネスマンみたいな人だったんだけど、かなりムッとして怒ってました。朝日と聞こえるのはこの私だけか。ということで、ビール大瓶台無しにした私。自腹切ったかどうかはちょっと覚えていない。2ヶ月間ぐらい働いたかな。ちょうど隣のアパートに住むカナダ人のロキ君と友達になって彼が行ってる美容室を紹介してもらったんだよね。ほんでね、彼が言うのよ。君は英語を学びたいんでしょ？だったら日本食レストランにいるより美容室の方が毎日英語使えるよって。そんなこと初めから分かってるわい。てかさ、技術を提供しながら英語でお客さんと会話だよ。
無理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 絶対無理。今でもどうしてかわからないんだけど、あんなに躊躇してたのに気がついたら心臓バックバクでさ、手に汗ダラダラでさ、それで面接も行ってたの。なんでだろう。なんか見えない力になんか引っ張られたというか、それともなんか狐につままれた感じ。あんなに拒んでいたのになんで面接に行ったんだろう。その美容室のスタッフはカナダ国籍を持ったインド、イタリア、アフリカ、ギリシャ、韓国、中国、フランス、スペイン、ポルトガルと10人のメンバー。みんな英語を共通とするスタッフ。そうそう。オーナーからの面接の時もカットの仕方わかるかとか、あとなんかいろんな質問されたんだけど、ほとんどなんか内容分かってないというか、彼の言ってることが全然聞き取れないから、もうとにかく答えるのは OK, yes, OK, yes, OK, OK, yes, I can これのみいや本当にひどい面接だったと思う。だってさ、相手の言ってることが分からないでさ、イエスイエスばっかり言ってさ、そんな面接聞いたことあるないよね。いやでも本当に不思議なんだけどね、採用してもらったんです。スタッフ全員がね、みんなそれぞれ超濃いキャラの人ばっかなのよ。インド人の受付の同僚はね、人と話すときに相手を見ずにひたすら鏡で自分をチェックする人なの。ポルトガル人のね同僚はね、日本で言えばね、よく選挙でこれにトラックとかに乗ってスピーカーで話してなんか叫んでる人いるよね。なんか皆さんよろしくお願いしますみたいな感じで、あれぐらいの声で喋る人なの。イタリア人のね同僚はね、めちゃめちゃね面白くてね、日本にいたらお前芸人になれるでって思うぐらいの人。そうそう。フランス人の同僚はね、ゲイちゃんなんだけれどね、すごい霊感が強くて、副業で占い師もやってるぐらいなの。それでなんかもうスタッフもみんな見てもらって、私も見てもらったんだけど、本当にビビるぐらいすごかった。でね、その彼にチャコの両親はこんな感じでこういうところに住んでてとか、なんかすごいうちの両親の特徴とかも言ってきて、しまいには将来チャコはイギリスっていう国と深いつながりを持つとか言われたのね。でその時はイギリスみたいな感じで、なんか別に何も思ってなかったんだけど、今思えば私の旦那さんが中国人なんだけれどイギリス出身なんですよ。これらスタッフのことももちろん最初は全く分からなかった。っていうか彼らとまともにコミュニケーションが取れないのだからね。彼らはすごく楽しそうになんか和気あいあいやったりするんだけど、私はもうほとんどもう英語が話せないから、その中に一人ポツンといるような感じ。そのサロンに16年もいることになるとは誰が想像しただろう。さあここから本番。ここのヘアサロンからいろんなネタ出てくるということで、次回に続きます。